こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、本日は頑固な首こりの改善方法。これをあなたにお届けいたします。あなたはこれまで様々な方法ですね、ストレッチやエクササイズをされてきたと思います。で、そのエクササイズやストレッチをされた時は、これはいいぞとか、調子いいという風になったと思います。でも、しばらくは調子良くても、2、3日後とかですね、またなんか調子が悪くなってきたということはあると思う。なぜ戻ってしまうのか。調子良かったのになんで元に戻ってしまうのかですね。それは、ここも調整する必要があるというポイントがあって、そこが抜けているわけです。では、それはどこかっていうと、それは自律神経です。頑固な首こりをお持ちの方というのは、精神的ストレスをかなり受けている方が多いんですね。精神的ストレスを受けますと、自律神経の交感神経が優位に働いてしまいます。この交感神経というのは、闘争逃避、つまり戦うか逃げるかを判断して働く神経です。その時の体の反応というのは、筋肉を緊張させるんですね。そしてその状態が続くとずっと筋肉が緊張しっぱなしのような状態になっています。さらに交感神経優位になりますと、今度はその反対の作用をする副交感神経が働かなくなっています。この副交感神経というのはリラックス休息の神経です。ですからこの副交感神経が働かなくなりますと、リラックスできないという状態になります。いわゆる筋肉が緩むことができないという状態になっています。つまり筋肉だけでは不十分なんです。本当に頑固な首こりを改善しようと思われるなら、筋肉にアプローチすると同時に自律神経にもアプローチしなければなりません。で、筋肉が硬くなるとどうなるかなんですけども、頑固な首こりの方っていうのは基本筋肉がガチガチに硬くなっているわけですね。で、筋肉が硬くなると縮む力が働きます。縮む力が働きますと、この筋肉の中、当然血管が走ってますんで、その血管を圧迫して細くします。血管が細くなると血流が悪くなって酸素とか栄養とかですね、あと老廃物ですね、老廃物の排出ができなくなって老廃物がたまる。そうするとさらに硬くなる。で、硬くなると縮む力が働いてという悪循環が起こっています。はい。では、その筋肉を緩める方法なんですけども、すぐに始めたいと思うんですけども、あと一つだけとても重要なことをお話しさせてください。それは、筋肉に絶対してはいけないことについてお話しします。強く揉む、強く押す、いわゆるマッサージや指圧ですね。世間では筋肉を柔らかくする方法というのは、マッサージや指圧というのが常識のように語られていますけども、実はこれ絶対にしてはいけないことです。じゃあなぜダメなのかですね。それは悪化してしまうからなんです。悪くなるからです。今より悪い方向に行ってしまうからです。簡単に説明します。もうざっくり説明しますんでね。で、筋肉というのはこの髪の毛ぐらいの細い糸状の繊維が束になってできています。で、筋肉、細い糸状の繊維がこう束になってできてるんですけどね。で、これを揉むとですね、もみもみすると、この繊維が切れてしまうんですね。こうやって切れちゃうんですよ。で、こうやって切れちゃうんですね。で、切れると、この間ですね、切れたところっていうのは、カルシウムを使ってつなげていくんですね。カルシウムがここに入っていくんです。こうやって、ずーっとカルシウム入っていくんですね。で、筋肉にカルシウムが溜まるとどうなるかって当然硬くなるんですよ。で、筋肉が硬くなると縮む力が働いて、で、縮む力が働くというとさっきお話ししたような内容になってしまいます。ですから筋肉を揉むと繊維が切れる。切れるとそこにカルシウムが溜まる。カルシウムが溜まると硬くなる。で、揉むと気持ちいいじゃないかとか、なんかほぐれた感じがするっていうのはありますね。それはこれ切れてるからなんですよ。単に筋肉を切断してるだけなんです。切ってそれがふにゃふにゃになってるような感じになって、その一瞬は血流が良くなるんですよね。で、血流が良くなると気持ちいいっていう反応が出るんですね。だから非常に厄介な状態になってるんですね。ですからこの強く揉む、強く押すというのは絶対にしないでください。あともう一つ余談なんですけども、マッサージとか指圧っていうのは法律上していい人っていうのが決まってるんです。ちゃんと免許があるんですね。あんま指圧マッサージ師っていう免許があるんですけどね。その国家資格を持っている人、もしくは理学療法士、もしくは医師。この3つの資格を持っている人以外は、マッサージっていうのは実はしてはいけないんですね。はい。ちょっと余談になりましたけど。
では早速本日の本題ですねに入っていきたいんですけども、はい、じゃあマッサージや指圧ですね、強く揉んだり強く押したりするのはダメだってお話しましたけども、じゃあどうやって筋肉を柔らかくするのかという話をしていきたいと思います。一般の方ができる方法っていうのは3つあります。で、1つはストレッチですね。で、もう1つはその筋肉に力を入れて抜く、力を入れて抜く、力を入れて抜くという方法と、で、もう1つ、3つ目は起死と停止を近づける、いわゆる筋肉を短くするという方法なんですね。ただ、これ、力を抜いた状態で筋肉を短くするという方法があります。で、本日使う方法はこのストレッチとこれですね、筋肉を短くする、力を抜いて筋肉を短くする、プラス呼吸方法を使います。これとこれで筋肉を柔らかくして、呼吸方法で自律神経にアプローチするという方法になります。はい、それでは頑固な首こりの最も関係の深いものの一つ、本日アプローチする筋肉は後頭下筋群です。後頭下筋群なんで、これどういうことかっていうと、4つの筋肉があるんですね。この小後頭直筋、大後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋っていう4種類の筋肉ですね。左右合わせてですから8つです。右左あるんで、それをひっくるめた後頭下筋群っていうんですね。で、後頭下筋っていうと、最近その YouTube とかでも首のこりとか自律神経に関係ある筋肉ですよっていう風に、そういう風に動画がありますんで、ご存知の人も多いと思うんですけども、じゃあなんで後頭下筋群なんか、ここの筋肉なんでそんな重要なんかっていうとですね、で、場所はですね、この首の後ろですね、後ろのこのもう本当に頭と首の境目、キワキワの一番上のところの一番奥の筋肉です。奥っていうのは一番骨に近い、中心に近いと思っていただけで、この際のところにこの後頭下筋群があって、その上に板状筋とか大腸筋とかですね、でその上に僧帽筋っていう筋肉があるんで、だいたい3層になって一番深層ですね、深いところの筋肉です。でこの深いところの筋肉なんですけども、これが後頭部ですね、この後ろ頭ですねだと思っていただいて、でこれが頸椎1番、これ頸椎の2番ですね。で本で言うとこういう感じになります。わかりますかね。これが後ろから見てる、これね横なんですよ。横から見ると結構立体なんですよね。こういう感じでなってます。筋肉を緩めるところで起死と停止を近づけるとお話ししましたけども、こことここが付着部なんですね。こことここが付着部なんです。小後頭直筋と大後頭直筋がメインなんですけども、ここの起死と停止を近づけるということは、こことここを近づける、こことここを近づけるっていう風なイメージを持ってしていただいたら、さらに効果が上がります。で、この筋肉じゃあなんでこんな自律神経とか首のこりとかに重要なのかっていうと、これさっきお話したように一番奥についてるんで、これ頭だけを抜いたやつなんですけども、これ真下から見るとですね、一番大きな穴がここに開いてるんですけども、でここにね形状脈孔っていうのがあるんですよ。ここにね、これです。形状脈孔っていう穴が開いてるんですよ。でそこからですね、内径静脈っていう静脈ですね、脳から戻ってくる方の血管、内径静脈っていう一番太い静脈があるんですね、脳から出てる。で一緒にこの穴に迷走神経と絶陰神経と副神経っていうのが通ってるんですよ。これちょっと専門的になるんですけども、さらっと聞いておいてください。でこの迷走神経と絶陰神経っていうのが自律神経の副交感神経なんですよ。ちょっとややこしいんですけどね、これ副交感神経だと思っていただければいいです。でこっちは迷走神経は内臓に行ってるんですよ。心臓とかもうこっから下の内臓ですね。心臓とかもう肺にも行ってますし、当然胃とか腸とかですね、肝臓と膵臓、小腸、大腸で、この絶陰神経っていうのはベロとか喉ですね、喉の副交感神経と思っていただければいいです。でこの副神経っていうのは首ですね、首のこの僧帽筋、一番表面にある背中の広い筋肉と、この胸鎖乳突筋っていうとこの筋肉があるんですけどね、この首、これも非常に重要なんです。そこをコントロールしている神経なんです。でこれがこの際を通ってるんで、この筋肉が硬くなると当然この子たちに影響を与えるんですよ。だから
後頭下筋群っていうのは非常に重要ですよっていう話になります。で、本日はここにアプローチしていきます。それでは首こりの改善方法をお伝えします。この方法なんですけど、3ステップですね。3段階に分けて説明いたします。まずは手首のストレッチ。ストレッチをかけるって言いましたけど、これ手首にします。手首に刺激を入れるという感じですね。で、その後、後頭下筋群を縮めます。縮めるというか、起死と停止を近づけるので短くする感じですね。で、最後はそれに合わせて呼吸を行います。で、呼吸は一気に鼻から吸ってゆっくりと吐くというのを行います。これ同時にやるんですけども、この呼吸がね、初めての方もおられると思うんで、これだけちょっと練習しますね。一気に鼻から吸います。と吸ってゆっくりと吐く。もう一回いきますね。一気にと吸ってと吐きます。吸う時っていうのは自律神経でいうと交感神経優位になるんですね。で、吐く時っていうのは副交感神経優位になるんです。ですから一気に吸ってゆっくり吐くというのは、一気に吸うというのは交感神経を働かすのを一瞬だけ働かしたいんですね。で、ゆっくり吐くというのは副交感神経を優位にさすために、ゆっくり吐いてリラックスをしていただいて、時間を長くすることで副交感神経優位の状態に体を持っていくことができるんですね。だからここで自律神経を整えるというイメージでしていただければいいと思います。じゃあこれ順番にしていきますね。まず右側の手首をストレッチして、左側の後頭下筋群を短くして緩めていきます。時間は15秒から20秒ぐらいを行います。で、手首のストレッチなんですけども、こういう感じでこの手首をこういう感じで伸ばすんですけども、こう逆さまに組む感じですね。手を逆さまに組んでいただいて、この状態でひっくり返していただいて、ぎゅーっと手首を反対に曲げるみたいな感じですね。で、この腕の高さは肩の高さを水平に保っていただきます。この状態で首を後ろに傾けていただきたいんですけども、できるだけこの上ですね、後頭下筋っていうのは先ほども説明しましたけども、この首の頭と首のこのちょうど境目にありますので、ここで首を折るみたいな感じ。この間はまっすぐで、この上だけを曲げるというようなイメージでしていただければいいと思います。もう一度いきますね。この状態で反対に手と手を指を組んでひっくり返すような感じ。こういう感じですね。そして腕は水平、肩の高さで水平。で、その状態で真上を向きます。真上を向いて、そしてその状態で首を少し左に傾ける感じですね。これで左側の後頭下筋群が一番短くなっているような姿勢になっています。で、ここで一気に鼻から吸ってゆっくりと吐くというのをしていただきます。ちょっと実際やってみますね。で、息を吐いた時に一気に体がリラックスするような感じ。ここに手首にストレッチをかけてるんですけども、少し緩んでも構わないです。で、最初はしっかりと伸ばしておいてもらって、で、首を上に上げて曲げて、で、少し倒す感じですね。で、そこで呼吸を合わせます。一気に吸ってゆっくりと吐く感じ。一気に吸ってゆっくり吐くというのを15秒から20秒していただきます。で、15秒から20秒大体で構わないんで、15秒から20秒していただいて、そして戻す時も重要なんです。戻す時になるべく力を入れずに戻していただきたいんですね。で、戻す時の順番なんですけども、この手首テンションかかってますよね。で、首もこの位置になってるはずなんですけども、手首を最初に解放してあげて元に戻して、でこの首をできるだけゆっくり、なるべく力を入れない感じで元に戻します。ここまでがこの一連の流れです。で、次にこの反対を行っていただきます。
反対も同じですね。この状態で手を組みますね。手を組んでぎゅっと手首を反対に返します。そしてこの状態で首をなるべく上の方で曲げる感じですね。そして反対に傾ける感じで、この状態で一気に息を吸います。で、息を吐くときはできるだけリラックスしてください。その時この手首ですね、手首のこのテンションが多少緩んでいただいても構わないです。この状態で首を曲げて、でこの状態で一気に吸ってと吐く。で一気に吸ってと吐くというのを15秒から20秒していただいて、で戻す時ですね、戻す時はこの状態になっていると思いますので、戻す時ですね、戻す時は手首からゆっくりと戻していただいて、そして首ですね、首もなるべくゆっくり、なるべく力を入れないような感じで元に戻してもらいます。でしっかり元の位置に戻ったなと思ったらそれで終了です。この一連の流れはそこまで終了です。この正面からの方向でやってみますね。右側やってますね。この状態でひっくり返してですね、腕は肩の高さ水平で、この状態で首を上に曲げて、で反対ですね、腕とは反対の方向に首を曲げます。こういう状態です。これで15秒から20秒ですね。呼吸をしていただいて15秒から20秒。そして戻すときは手を先に解放してあげて、ゆっくりと首を元に戻します。左側も同じですね。このように肩の高さに腕を水平にしていただいて、この状態で首を上に上げて反対に曲げます。でそして呼吸を一気に吸ってゆっくりと吐くというのを行います。で戻す時ですね、戻す時は手から解放していただいて、でゆっくりと首を元の位置に戻します。いかがだったでしょうか。これが首こりですね。自律神経も調整しながら首のこりを取る方法、マッサージをせずに首のこりを取る方法を紹介しました。最後に私からのお願いなんですけども、この一連の動作ですね、首こりで辛くて困ってるあなたがこれをしていただいて改善されたらですね、これを誰か他の人ですね、他の同じように悩んでいる方、困っている方に伝えてあげてほしいんですね。もちろんこの私の動画を見せていただいてもいいんですけども、あなた自身がこうするんですよっていうふうに伝えていただいた方がしっかり理解しているかどうかの確認にもなりますんで、ぜひですねこれを学んでいただいて実際にしていただいてですね、よかった、これ効果があった思われたら、ぜひその同じように困っている方ですね、悩まれている方にお伝えしていただければいいと思います。はい、では最後の最後ですけども、チャンネル登録とメルマガの登録、そしてグッドボタンもよろしければお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。